くるみ山荘を訪問していただきありがとうございます。くるみ山荘は電気、ガス、水道の公共供給を受けないオフグリッドな生活環境です。これはくるみ山荘の前を流れる川です。いくつもの砂防ダムで流れが緩やかになっています。河原には当然たくさんの石があります。河原には藤やくるみが自生しています。他にも興味深い植生があります。ここは藤の群生地です。藤の大木が圧巻の佇まいを見せています。夫はここに石を探しに来ていました。一級建築士事務所のクロノスを主催する西本直子先生のアイデアで、実験住宅の小さな日本庭園にある井戸には竹いかだをかけ、その上に石森石を置くため、石森石に適当な丸石を探しに来ています。どんな石が石森石に適しているのでしょう。石森石とは日本庭園や茶庭の飛び石や分岐点に置かれる紐で十字に結ばれた拳大ほどの小石のことです。立ち入り禁止や通行止めを知らせる日本伝統の非常に優雅な目印です。一般的には丸みのある手頃な大きさの自然石が使われます。ところでこの花は名前はわかりませんが、もし赤ければオーストラリアの花のようにも見えます。これは白ですね。いつまでこの姿を見せてくれるかわかりませんが、また来年花を見るのが楽しみです。話題を石森石に戻します。石森石は自然石にわらび縄や白縄といった黒っぽい植物性の縄を使い、十文字に結んで上部に持ち手をつけて作るのが基本的な形です。昔関所で通行人を検問し、勝手な通行を取り締まる役人のことを石森と呼んでいたことから、この先へ進むのは当選簿する石という意味で石森石と名付けられました。別名で留め石、石石、踏み留め石とも呼ばれています。竹いかだとは文字通り竹を横に並べて紐で結び、いかだのような形に組んだもののことです。川や海に浮かべる乗り物のいかだと同じ構造ですが、日本庭園や茶庭の文脈で井戸に竹いかだで蓋をするという場合は、古井戸の開口部を覆うために作られた専用の竹製の蓋を指します。実験住宅用には丸く切ったものを購入しました。くるみ山荘の前まで戻りましたが、通り過ぎて桑の実の様子を見に行きます。おいしい山の恵みです。夏の終わりにいただきます。夫が石森石を作っています。河原で気に入った石を3つ選びました。その1つ目に紐をかけています。YouTube に作り方の動画があったようです。それを見ながら作っています。出来上がりました。
関森石という言葉を聞いたこともありませんでしたが、なかなか風情のあるものです。実験住宅の日本庭園に置くとこのようになります。これは屋上から撮影したものです。この井戸は夫の祖父母の時代に掘ったものです。100年前の井戸です。今回実験住宅ではその機能を復活させています。さらにこのように美しく庭園を飾っています。井戸水は汲み上げて屋上のバラを潤しています。井戸の奥からは水琴窟のような音が響いています。実は今私はオーストラリアの娘のところに滞在していますが、その間屋上のバラに給水をするため8年前に使用した給水システムを使用しています。蛇口にはタイマーを設置して定時に点滴のように植木鉢に給水します。セットになっているホースを余すところなく使用して給水するためにカットしてしまいました。使い勝手が良くないのですが、8年前にヨーロッパに長く滞在した際にそのようにしました。今回もそのまま使用できたことを幸運と思い、そのまま使っています。実験住宅のドライエリアにも植物があり自動給水していますが、給水システムの使用通りに水道水を使っています。造園業者の5倍緑さんが緻密に設計した景観なので場当たり的ではありません。これが結構伸びてくるので、はい、そうすると枝ばっかりになっちゃうので、そういうのはもう根のこの上ら辺で、はい、ここで切っちゃうともう伸びなくなっちゃう。根の上で切れば、はい、また葉っぱ茂らせながらこう伸びていくので、はい、キッチンデザインのマードレさんがミーレのコンベクションオーブンを使いこなすためにはミーレのレシピブックを全部作ってみるといいですよとおっしゃっていました。そこで今日はタラのオーブン焼きを作ります。玉ねぎを切ってバターで炒めます。オーブンに給水します。これは給水パイプです。鮮魚店で上質のタラを仕入れました。レシピではこれにレモンジュースをかけるとありましたが、柚子、かぼすなどの柑橘ジュースをかけておきました。フレッシュトマトを使うところをアメリカで買ってきたドライトマトのオリーブオイル漬けを使っています。甘くて良い味です。ボストンのトレーダー・ジョーズで購入しました。切ったバターをタラにのせます。
これをスチームコンベクションオーブンに入れて160度で30分焼きます。オーブンのドアを閉めたらセキュリティシステムの操作盤が映り込んでいますね。最近世の中物騒ですからセキュリティシステムがあると安心です。セコムにお任せしています。タラの身はふっくらと真っ白に仕上がっています。くるみ山荘でブラックベリーとラズベリーを一食しています。植えたことを忘れないように木の皮の囲いをつけています。これから物置小屋を作るので避難させました。ブラックベリーの根にはとても長い主根があります。こちらは2種類の葵を中心に植えた葵ガーデンです。カモミールは大雨で横に倒れてしまいましたが、立派に成長しました。皆様最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。とても励みになります。